のお金でいうと200兆円ぐらいと言われてます。200兆円。日本最古の建造物のようですね。奇跡的に残ってる。2度美味しい建物です。2度美味しい。はい。ここまで来るとかっこいいな。どうも、坂野です。今日は大阪市中央区にある金融機関や歴史的建造物が多い淀屋橋北浜エリアに来ております。淀屋橋の地名の由来は豪商淀屋が架けた淀屋橋が由来となってて、北浜はこの船場エリアの北にあることから北浜と名付けられました。船場とは船着き場やったことが有力ですが、他にも戦がよく行われていたから船場、馬を洗っていた場所で船場だったなど諸説あります。実は淀屋橋という正式な地名がなく、淀屋橋駅周辺の正式な住所は大阪市中央区北浜となってます。このエリアは江戸時代に米市場が栄えたことがきっかけで、現在でも証券会社などの多くの金融機関が店舗を構え、日本取引所グループの大阪取引所もあるほど大阪の金融街として有名なエリアとなってます。では実際に歩いていきましょう。でもこの淀屋橋に来たんやったら一度はちょっとここ立ち寄ってもらいたいなというところになります。っていうのも、この淀屋の日って書いてますけど、この内容っていうのが淀屋さんという方がいてて、江戸時代前期にこの大阪を代表する最大の豪商であったと。もう大金持ちやって、最初は材木業からスタートさせて、後にこういう形でこの川を利用して米の物流だとか米の相場まで決めてしまう立ち位置でこう商いをしてた人で、とんでもない財を稼いだんですよね。どれぐらい稼いでたんですか？今のお金でいうと200兆円ぐらいと言われてます。200兆円。はい。ガーファムが寄ってたかっても勝てないぐらいの200兆円ですごいよね。すごいです。どこに置いとったんやろな。当時銀行もないやろうし。お米が資産の代わりだ。資産として持ってたんか。すごいですね。それでもすごいよな。じゃこの日の上にかかってるのが淀屋橋ですかね。ああ、そうかもしれんな。これ牛で運んで。まあ後にその幕府にその資産っていうのを没収されてはしまうんですけども、当時でいうとかなりの豪商であったと。でその淀屋さんっていうのが架けた橋のことを淀屋橋って言われてるんで、はい、ぜひこの淀屋橋に来た際にはこのすぐ近くなんで、この淀屋の日っていうのを見ていただければなと思います。では今から北浜レトロというお店に行きたいと思います。1階が洋菓子店で2階がカフェ利用できる店になってます。では少し行ってみたいと思います。いっぱいでした。めちゃくちゃ並んでました。ちなみに入れませんでしたけど、1912年に大林組が建てた建物のようですね。はい、だからもうあれももう100年以上経ってますね。建築されてから。現存する地下1階地上2階建ての建物で見ていくと日本最古の建造物のようですね。へー。こちらの橋がですね、浪速橋といいまして、江戸時代の1661年に作られた橋です。ライオン橋という名で親しまれてます。へー。結構昔からある橋なんですね。じゃあかなり昔ですね。350年近く前ちゃいますかね。すごいです。はい。大阪は橋だらけです。どれぐらい橋あるんですか？3000個ぐらいあるみたいです。すごいです。すごいですね。もともとなんか水の都って言われてるぐらい。そうですね。特にこの大阪市内は川も多いんで余計橋も多いかなと思いますね。ああ、なるほど。俵物会場跡。もともと金とか銀とかに関しては特別な人しか取引できない、そういう場所があったんですけど、ここに関してはフカヒレとか着物の取引を盛んに行われてたところみたいですね。もともとお米とかもここら辺が盛んで取引されてたんですよね。お米もかなりここでは取引されてて、淀屋さんっていうその豪商が徳川家康に岡山の屋敷をプレゼントしたことによってすごい気に入ってもらえたみたいで、それをきっかけにその淀屋さんが徳川家康に対して全国のお米の取引に関して全てを仕切らせてほしいっていう話をしたら、徳川家康も快くいいよって言ってもらえたみたいで、それがきっかけでかなりの豪商になっていく一歩となったようですね。はい。その徳川家康に岡山の屋敷をプレゼントした、前後のタイミングで大阪夏の陣があって、ちょうどこの辺がその戦地やったみたいで、もう相当下なりなんなりこう転がってたところをこの整理もさせてほしいと言ったらやらせてもらえるってことになったみたいで、その死体の回収とともに兜とか甲冑とかを売りさばいてかなりの利益を得たと。へー。そういった背景があってなんですね。みたいですね。
この建物が野村ビルディングって言いまして、1927年、おおよそ100年前に建築された建物になります。当時では珍しい鉄筋コンクリート造の作りになってます。で、7階部分だけ戦後に増築されたようですね。そこからしたら100年近くってことなんですか？築100年ですね。おお、これ吉田利用所、散髪やねんけど1930年にできた散髪屋で、ここも100年ぐらいいまだに現役っていうのがびっくりよね。あ、現役なんですね。あ、予約受けたまわりますって書いてますね。カット4300円。シャンプーなしなこれシャンプーとかもしようと思ったら5500円から。100年の歴史が詰まったほんまやね。カットしてもらえる。すごい。俺行ってるところよりも高いすごいですね。こんな大阪の一等地にうん。こんな老舗の。ここも相当売ってくださいって言われてるやろうな。横のなんかお花屋さんも一緒の土地なんですかね。なんかちょっと賃貸っぽいな。借りてるっぽい。これはすごい。こちらがですね、青山ビルと言いまして1921年に建築されてます。もうこれも100年以上ですね。へえ。もともとは個人宅で使用されてたみたいですけど、今はこういった感じでテナントとして今活用されてます。この北極星さんもかなり有名ですね。へえ。はい、ちなみにこのいい感じに垂れてる鶴はい。はもう甲子園でかかってる鶴を持ってきて育ってきた結果みたいですね、これは。へえ、はい、ほぼ甲子園ですね。じゃほぼ甲子園です。もう甲子園です、ここわあ、すごっ。入ってすぐのエントランスになると思うんですけど、ここがちょうど100年前のまんま残してるみたいで、このポストなんかもかなりそうですね。時代感じますよね。要所要所こうやってやっぱちょっと補強も入れてるのかなって思いますけど、大部分は多分そのまま使われていくんだろうなと。これもはあ。これは途中で変えてるかもしれないね。この辺とかそのままやろね。これもすごいね。これ多分ドアもこれも多分当時のまんまやろうな。すごい。ここまで来るとかっこいいな。かっこいいですね。かっこいい。ここがですね、宿名彦名神社って言いまして、はい。薬の神様がへえ。祀られているようです。この薬の神様が祀られているっていうことで、ここ書いてますよね。ここもなんか薬に効きそうな感じがいっぱい並んでますけど体に良さそうななんか、だからこの辺り一帯も製薬会社も多くて、へえ。この宿名彦の神社があるからかなとは思いますね。疫病退散って書いてましたね。はい、薬の町です、この辺りは。しかもあそこ奥にすっごい木が。あれご神木ですね。でもこんな都会のど真ん中に。これ知らんかったわ。ほらもう薬がねいっぱい。すごっ。こんな急にポツンと出てきたらわからないですね。あ、ここも800万円。わあ、さすが塩野義製薬。建設関係もあったり不動産屋もあったりしますけど、基本はやっぱりメインは薬品会社、製薬会社が多いですね。ご神木です。すごいですね。すごい立派ですね。でもこんな都会にあったら普通切られるもんですよ。切られへんのちゃうかな。もう怖ない、こういうの切るの。そうですね。こんなの隣に置いてもなんかもう、木越境してるけどとかクレーム入れられへんの。こんなご神木やから。そうですね。整備はしてそうですがね、しっかり。せやな。ほっとったら多分もっといってるやろうから、木の枝の重さでも垂れてきそうやしな、幹が。
こちらがですね生駒ビルディングといいまして1930年に建築された建物になります。引き続きこちらも築100年近いですね。これちなみに1階とかどんなお店が入ってるんですか？ 1階は時計屋さんとかカフェが入ってるんですけども、2階から上に関してはもう今見た目では分かりにくいんですけどレンタルオフィスとして使用されてます。レンタルオフィスって月額払ってそこでオフィスとして。もうそういう感じです。へえ、全然そんな感じ見えないですね。ちなみに、途中で生駒時計店として社名変更されてるんですけど、はい。生駒時計店自体は1870年から開業されてるみたいですね。へえ、はい、だからそちらに関してはもう150年ぐらい。すごっ。すごいな。こんなんもらえたらなんか固定資産税優遇とかあったりするのかな。近くで見たらなんか100年の歴史を感じますね。感じる。なんか風格があるよね。なんかもうここの辺の土地ってなかなか売りに出たりしないもんですか？やっぱりなかなか出えへんな。出てもすぐ売れるんですか？なんていうの、所有者が直接当たるパターンも多いんじゃないかな。もう言うたら買える先って決まってくるやんか。高すぎて売りに出るっていう表現じゃない感じよな。特定のところに情報だけがポッ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 と流れてどうですかっていう声がかかるぐらいと思う。へえ。ちょっとこれ静かになりましたね。うん。次ここですね。はい。千葉ビルディング。ここも1925年に建築されてます。100年前。100年。すごいよね。そんな建物ばっかりやもんね。この入ったところも分かるんかな。ちょうどちょっとスロープになってるみたいで、小さい台車であったりだとか荷物乗せた馬車とか出入りしやすいので、かなり人気があったようですね。当時は珍しくオフィスと住宅と併設された建物で、ちなみにこの木の板、スロープのこの木の板も当時はこの消音効果もあって非常に喜ばれたみたいです。渋いな。ここも生きた建築ミュージアムに認定されてます。ちなみにこちらは見学とか撮影に関しては事前の予約が必要なんで皆さんご注意ください。すごい100年ものの建築物多いですね。これ多いですね。でもこの歴史感じさせながら今風に改装もされててすごいおしゃれに感じますよね。今度は平日に来て中みたいですね。中みたいですね。照明の感じも雰囲気いいもんね。そうですね。うん、ちなみにこのミニストップの建物なんですけど、上の部分が斜めになってるじゃないですか。他のビルとかまっすぐなってるんですけど、これなんか理由とかあるんですか？これはその道路車線って言って向かい側の道路から設計でライン引くねんけど、そのラインより高さを超えないように建築しないといけないというルールがあって、向かいの道路から線引くからああいう感じで斜めになってしまうって感じだけど。へえ。でこちらがですね田辺薬品のミュージアムとなってます。340年の歴史がこの中に詰まってます。田辺薬品のはい340年の歴史、はい、すごい立派なビルですね。すごいですよね。さっき医薬品の神様を祀ってる神社があったぐらいなんで、大手の製薬会社さんとかあるんですね。そうやね。固まってるんやろねこの辺に。ミュージアムでこれを建てるっていうのもすごい。本社機能もあるんじゃないですかね。そうやね。一部ミュージアムって感じだな。なんかね。あ、これも製薬会社ですね。敏郎製薬株式会社。すごい。本当多いですね。多い。いい薬作ってくれそう。佇まいから。で、これが旧武田薬品の本社になります。へえ。これもなんか趣ありますよね。ですね。はい。武田薬品の本社も100年ぐらい経ってそうですね。経ってそうやなこれも。ここがですね高麗橋ビルディングって言いまして、ここも1912年竣工でもう110年以上ですね。すごいですね。すごいですね。もともと何が入ってたんですか？
もともと保険会社ですねここは。へえ。最近まで結婚式場とかレストランとかで使われてたんですけど、もう営業されたみたいで今は何も使われてないみたいですね。もったいないですね。もったいないですね。綺麗な。こんないい雰囲気あるのに。ちなみにここのうなぎも美味しいです。へえ。中で食べれるんですか？中で食べれます。ここはもう上も全部うなぎなんで、これ上上がって食べるんですよ。全部うなぎ屋さんなんです。うなぎ屋さんです。こちらがですねグランサンタクシス淀屋橋と言いまして、もともと銀行だったんですけど、1918年に八木通商大阪の本社ビルとして使われてたんですね。2010年にオリックスがこの建物を買ったんですけども、その時はこの今見えてる歩道の結構目いっぱいこっちまでこう寄って立ってる状態でして、はいはい。ただ見てもらって分かるようにこの歩道がかなりこう幅員取らなあかんから、この幅員を確保するためにその分セットバックしなあかんって言われたんですよね。福音ってなんで取らなきゃダメですか？大阪市がこの道路はこんだけ歩道を確保するっていう計画のもと決定したから、その決定に基づいて次建て替える際にはその分建物を交代させてくださいねっていうルールがそのセットバック。ただでもこの建築物も100年以上前に作られたものなんで、この建物は残したいということで、この建物を水平にセットバックさせたいと、建物に価値があるから。ははは。で引き屋工法っていうやり方でこのまんまこうずっとこう奥まで持っていってセットバック分を確保した。建物を壊さずってことですか？壊さずにその上にまた建物を建てたっていうかなり特殊な建築構造物ですね。じゃあ2階部分までは100年前ぐらいの建物で、上がマンション。上マンションですね。へえ。すごいですね。マンション新しさ築10年ぐらいやろうね。この工法がすごいね。重さで言ったら600トンあったみたいやから、その600トンを水平に移動させるっていう、何も壊さずに移動させるっていうのがすごいよね。さらにその上にも建ててまうっていう二度おいしい建物です。二度おいしい。はいまた古い建物出てきましたね。ここがですね愛朱幼稚園って言いまして、1880年にできた幼稚園です。へ日本で3番目に古い幼稚園になります。え。へえ。すごいですね。まだ運営されてます。ここは現役なんですか？現役です。ここはすごいな。弊社の木造建築としては日本最古のものになります。へえ。すごいですね。この幼稚園ができる前にこの銅座って言われてる、銅座の取引で使われていた場所になりますね。この後にこの幼稚園が建設されたみたいです。銅座って何をするところだったんですか？銅座っていうのはその銅の取引の管理をするところですね。じゃあ1880年より前に銅を管理する機関があったみたいな感じですね。そう、ここで管理されてたっていうへえ。管理統制やね。ちなみに戦時中1945年8月15日に終戦したけど、はい。その8月何日までに火事で延焼でこの木造建築も燃えて、さらにここから延焼してしまうかもしれないから、それを防ぐためにここも潰さなあかんって当時はなってたけども、はい。ちょうど潰すか潰さへんかギリギリのタイミングで終戦ってなったみたいやから、なんとかギリギリ耐えて残ったっていう木造建築になりますね。じゃあ終戦がもっと後だったらここなくなってたかもしれない。もうちょっと後やともう壊れてたやろうから。奇跡的に残ってる感じですね。こっちや。ここがですね適塾って言いまして、はい。1838年に建築されたところで診療所兼塾として使われたところですね。へえ。福沢諭吉もここで学んだとされるお塾になります。ちょっと一万円じゃなくなりましたけどね。そうですね。はい。銅像ありますね。尾形公安さんですね。尾形公安さんって何された方なんですか？この適塾を作った人ですね。じゃあこの方の元で福沢諭吉とかはそうです。学んでたってことなんですか？福沢諭吉のお師匠さんですよね。おお、はい、しかもこの適塾っていうのが冒頭に言った診療所も兼ねてたみたいなんで、はい、今でいう大阪大学医学部の前身だったみたいで、へえ、だからここの適塾も所有者っていうのは大阪大学が持っているという。へえ、すごいですよね。すごいですね。ちなみに今は使われてないようですけど、中を見学できるようなんで、また興味ある方はぜひ。へえ。ちなみに、福沢諭吉って言ったら
慶応義塾大学が有名だと思うんだけど、はい。大阪にも分校を作ってたみたいで、まあ、今はもうないねんけど、まあ、その跡地としておそらくこの辺にあっただろうと言われてるエリアですね。へ大阪慶応義塾学校っていうのがあったみたいですね。ご視聴ありがとうございました。今回は、まあ、築100年以上の趣のある建物をたくさん見ていったと思うんですけれども、まあいいですね、まあ、これからもああいう建物が残っていけばと思います。そういう建物まだまだあると思うんでね、ああいう形で残していってもらえたらなと、まあ、次はまた違った形でこの大阪の紹介っていうのをしていきたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いします。